突然ですが皆さん、日本固有種という言葉をご存知でしょうか？日本固有種とは、例えばニホンザルやギフチョウのように、日本にしか生息しない生き物のことを指します。日本は世界的に見ても固有種が多い国として有名です。それには大きな要因が2つ。1つ目は地理的隔離です。日本は島国であり、周囲を海に囲まれているため、大陸からの動植物の移動が制限されています。この地理的隔離が新しい種の進化や適応の機会を生む要因となっています。2つ目は多様な自然環境です。日本は山が多く、気候も地域ごとに異なります。例えば、北海道の寒冷地から沖縄の亜熱帯まで多様な環境が存在し、このことが様々な生態系を形成していると思われます。当然、鳥類も例外ではなく、沖縄島に生息するヤンバルクイナや、伊豆諸島などに生息するアカコッコなどは日本の代表的な固有種です。皆さんは固有種というと、離島などの少し特殊な環境に生息していると想像されるかもしれませんが、実は身近な公園などにも日本の固有種である野鳥が存在するのです。今回は最も身近な日本の固有種である野鳥を探しに行きましょう。今回目当ての野鳥を探しにやってきたのは里山の川です。里山ではおなじみのトビが私たちを迎えてくれました。かっこいいですね。トビは最も身近な猛禽類と言えるかもしれません。ほとんど羽ばたかないその飛翔方法は特徴的で、主に動物や魚の死肉を食べます。続いてはこちらも里山ではおなじみのホオジロです。まん丸の体が可愛いですね。余談ですが、皆さんは聞きなしという言葉を知っていますか？例えばウグイスの法華経のように動物の鳴き声を文字に置き換えて覚えやすくしたものです。ホオジロの聞きなしは一筆形状つかまつり候。さて聞いてみましょう。続いてこちらはキセキレイという野鳥です。下腹部の黄色がとても鮮やかですね。夏は渓流沿いなどの涼しい環境を好み、冬は暖かい市街地の水辺などで観察できます。見つけました。今回探していた野鳥です。この野鳥はセグロセキレイと言います。頭から肩、背にかけて濃い黒色で、腹部が白色。主に水辺に住むスズメ目セキレイ科の野鳥です。朝鮮半島の一部に繁殖記録があるだけで、ほぼ日本だけに生息する固有種です。キジと並び一番身近な日本の固有種と言えるのではないでしょうか。ところで皆さんはこちらの野鳥をご存知でしょうか？この野鳥は白石霊といってセグロ石霊に非常によく似ています。ただし白石霊の方が市街地などでも多く観察される野鳥で、例えばコンビニの駐車場やディズニーランドなどの人が多い場所でも姿を確認できるため、白石霊の方は見たことがあるという方が多いのではないでしょうか。白石霊とセグロ石霊の見分け方は、頬が白いか黒いかです。白石霊は頬が白く、セグロ石霊は頬が黒いです。また、セグロ石霊は河原で過ごす時間が白石霊よりも長いのが特徴です。本来白石霊とセグロ石霊は分布域を分けているのですが、近年都市化にうまく適応した白石霊に押され、生息域が縮小しているようです。さて、今回は身近な固有種であるセグロ石霊を紹介しました。私たちの身近な自然にもまだまだ見逃せない素晴らしい魅力があります。
これからも小さな発見を大切にしながら身近な野鳥たちとの出会いを楽しんでいきましょう。よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではさようなら。